トヨタが下山に来てよかったと笑顔になっていただきたい。やっぱりニュルブルクリングでしかできないことが、なんでこの日本でできないんだろう、ということはずっと思っておりました。もちろんですGR とレクサスの新たな拠点となる施設が完成しましたということで、これからこちらでお披露目式が行われます。会見場には壊れた車が置いてありますね。トヨタでございます。道が車を作るニュルブルクリングで成瀬さんが私に教えてくれた言葉であり、一緒に実践し続けてきたことでもございます。2020年の GR ヤリスは発売のその日に行われた24時間レースで優勝し、大きな話題となりました。なぜ発売と同時に走り切れたのか。それは発売前にたくさん走り込み、車を壊すことができたからだと思っております。当時はコロナ禍で研修施設に閉じこもり仕事をする日々。併設されたダートコースで私は空き時間に GR ヤリスの開発車両に乗り続けておりました。走れば走るだけ何かしらの部品が壊れていく。その度にエンジニアとかメカニックが原因を追求し対策を考えてくれました。何度も何度もこれを繰り返し GR ヤリスは本当に強い車になっていったんだと思います。車を作る上で一番大事なことは壊すことだと改めて感じました。とにかく道を走り壊して直す、これを繰り返していくことこそが車を作るということなのだと思います。ここ下山は走って壊して直すを毎日毎日何度も何度も繰り返す場所だと思います。ここにはさまざまな道を再現したテストコースがございます。コースを走りそのまま作業場に入れば、そこにはメカニックがいて、上の階にはエンジニアもいます。みんながすぐに駆けつけ車を囲み相談していく、こういう場所があった方がいいとずっと考えておりました。こちらの展示車、皆様も気になっておられると思います。私が下山で横転して壊した車です。走る、壊す、直すの象徴としてあえて直しておりませんが、どうしてこのような走りになったのか、私の運転技術の未熟さも含め、何をどう改善してもっといい車にしていくのか、みんなで考えた一台でございます。少し恥ずかしいですが分かりやすいので置かせていただきました。この施設の構想がスタートし30年近くが経ちます。地域の皆様にご迷惑をかけないよう、むしろトヨタが下山に来てよかったと笑顔になっていただきたいとの思い、ずっとやってまいりました。この皆様には本日お越しいただいた人間の皆様だけではなく、古くからお住まいの動物や植物の皆様も含まれております。そんな地域との共生に向け、多くの方々にご協力をいただきました。大村知事にはこの後ご挨拶もいただきますが、県の皆様にはここへ通じる新しい道を通していただくために、国への働きかけも含め多大なご尽力をいただきました。県道だけではありません。豊田市、岡崎市の皆様のご努力で新しい指導も整備いただき、多くの社員が職場にスムーズに
通えるようにしていただきました。ここの土地にこの施設を建てるということに対しても、たくさんの険しい道を越えてまいりましたが、県にも市にも専任のチームを立てていただき、私どもと二人三脚で歩んできていただいております。太田市長は当時、その専任チームにいらっしゃったということで、本当にずっと二人三脚です。そんな二人三脚のまま、太田市長にはラリージャパンも開催いただきました。その準備の時、太田市長は、山には何もないという大人もいる。大人がそんなことを言うと、子供までそう思ってしまう。そしていずれ子供たちは山を離れていってしまう。ちゃんと大人たちが山の魅力を理解して発信しないといけない。山の魅力を大切にして、そこで暮らす子供たちの誇りを取り戻したい。こんなお話を繰り返し力説されておられました。実際ラリージャパンは150カ国8億4000万人が見守るテレビ放送と SNS では17億回も豊田市の美しい山の風景が映し出されることになりました。ここの施設を作るにあたり、多少木を切ってしまい、山の風景を変えてしまいました。豊田市、岡崎市にもご協力をいただいて、自然との共生は努めてまいりましたが、子どもたちに誇りを持ってもらえるような下山を残して入れるでしょうか。太田さん、いかがでしょうか。ちょっと無理やり感ありますけど太田市長、中根市長、両市の皆様には本当にお世話になりました。今年もラリージャパンがございます。豊田市、岡崎市の山あいの素敵な風景を世界中の多くの方に見ていただけるよう、今年も頑張りたいと思います。最後に、下山および松平地区のお住まいの皆様、これまで長きにわたる建設期間、そしてこれからも末永くとなりますが、多大なるご理解とご支援をいただいていること、心より感謝いたします。三浦元県議、なぜ自分がこれを取りまとめなきゃいけないのか、何度も考えたとおっしゃいました。本来、政治は弱者のためのもの。トヨタが強者だが、もし技術力で負けたら地域の弱者のためにならない。だから頑張ろうと思った。ここが完成したからといって我々全てが解決し前に向けるとは思っておりません。これからこそがスタートだと思っております。トヨタがここに研究開発施設を持ってきたこと、これが GR レクサスのメンバーなど総勢3000人が本日よりここで走る、壊す、直すを繰り返してまいります。私もマスタードライバーとして下山の道をたくさん走ってまいります。下山の道が車を作る生産工場ではありませんが、これから下山産の車が世界のあらゆる道を走り、たくさんの人を笑顔にしてまいります。下山で加速していくトヨタのもっといい車作りをお誓い申し上げて、これまでのご協力とこれからも続いていく皆様との共生へのお礼に返させていただければと思っております。本日は誠にありがとうございました。トヨタの車作りの象徴として展示された壊れた車。秋尾会長は愛知県知事らにこれまでの苦労を熱心に語りました。水素イコール爆発イメージありますから、ところが私はこのないイメージがあります。秋尾さんが下山で実際に走行し壊れたこの車。それにしてもどのようにしてここまで壊れることになったんでしょうか。
マスタードライバーとしてここ下山のコースでですね、実際に競技者ラリーカーの開発をしている最中に、車に不具合があったがゆえの原因もあるんですけども、山に乗り上げて、横転してしまった車でございます。やったやばいやってしまった。大丈夫？大丈夫ですよ。ちょっと待ってね。はい。森さんグローブしてますよね。グローブしてる。一回外しますよ。これをはい。はいベルト。そうするとダンと下落ちる。開けますね。痛い。出れますか？よいしょ。はい。痛い。大丈夫ですか？大丈夫大丈夫だけど車が大丈夫じゃないね。結構今良かったんですけどね。これ乗り上げちゃったの。山に乗り上げてしまった車は横転し、上下逆さまになってしまいました。本当に横転した時に真っ先に駆けつけたのは僕です。森蔵さんがひっくり返った車から出てきて、その姿を見て本当に安心しました。でも聞いたのは、もしかしたら「車大丈夫ですか?」って言ったのすみません。あれを飾るって言ってるのは、本当はいろんな方が「豊岡さん、あれそのまんまにして絶対保存した方がいいです」ってみんなが言ってきたんです。それはマスタードライバー森蔵がひっくり返るまでやってるんだよっていうことが分かってもらえるから、絶対豊岡さんあれを直さない方がいいですっていろんなドライバーの方がこう言ってきたもんですから、森蔵さんは「本当に直してくれないの?」っていう感じでしたけど、もうじゃあそのまま展示にしようと。豊田市と岡崎市にまたがる650ヘクタールという広大な敷地に完成したトヨタテクニカルセンター下山。2018年4月から施設の建設を始め、翌年の2019年4月より全長およそ 5.3 キロのカントリー路、そして2021年10月からテストコースの運用を開始しました。さあスタートしました。おー、手離してます。実は私も以前に下山のテストコースをラリードライバーのカルレロ・バンプラー選手と自動運転の取材で走行したことがあるんですよ。涼やかな顔。ハンドルももちろん握っていません。三冠コースカントリー路は過酷なコースで知られるドイツのニュルブルクリンクを参考にして作られ、高低差がありカーブも多いのが特徴です。実は秋夫さん、式典の1週間前にそのニュルブルクリンクを訪れていたんです。はい。私自身はもうすでにねニュルブルクリンクで、走行は重ねておりましたので、やっぱりニュルブルクリンクでしかできないことが、なんでこの日本でできないんだろう、ということはずっと思っておりました。いかにそのリアルな、道に近いものをね、この下山でいつも用意してもらえるか、厳しい道がもっといい車を作るんだという原点でね、そしてそれを安全に走りきる技能をしっかりね日々鍛錬すること、そこがニュルに近づくね
一歩なんじゃないのかなと思います。そして今年3月、トヨタテクニカルセンター下山の西側のエリアに完成したのが車両開発棟と来客棟です。こちらはレクサスと GR の開発を担う新たな事業拠点となります。秋尾会長らも施設を視察しました。壁を一切作らず、もうワンフロア。ここはレクサスGR とレクサスのあ、GR とレクサスの開発の。こちら車両開発棟ではおよそ1800人の社員が開発に取り組んでいます。パッと作業して車に当てるみたいな、それがまだちょっと必要だよねと思います。そのできるだけスピードを速く開発するのに何が必要なのか。レースって言うとレースの日にち決まってるからね、その中でどうアジャイルにいくか、でここはもうこのフロアにもう機能とか設計担当が何を担当してる関係なく全員ここに同じフロアの中で仕事ができるとか、ボディ設計をやってる人間がいれば電気システムをやってる人間がいればデザインのメンバーもすぐこの上にいて、そういうフロアになっています。車をね販売するメンバーもここにいたりして。そうなんです。営業のメンバーもここに。でもカンパニーはもう全部全機能。レクサスも GR。広報だけ東京に。レクサスだったら GR ここに来てるんですか。はい、来てます。この同じ建物同じフロアに GR とレクサスが一緒にいるっていうのはどんな意味がありますか？カンパニー性を設けたんですよね。でトヨタはフルラインでグローバルな会社ですから、フルラインナップでいろんな車があります。例えばプレミアムブランドのレクサス、そして乗って楽しい GR、これはですねそれぞれが求めてるお客様も違えば提供する車も違ってくると思います。ただ横にねレクサスがあることで GR が学べる、そして GR も横にレクサスがあることで学べる、お互い刺激し合いもっといい車ということでは共通のゴールですから、ぜひそこは頑張ってやってほしいなと思います。こちらの施設の特徴としましては、車がテストコースを走り壊す、その後この2階のフロアでエンジニアがどう直せばいいのかを検討し、すぐ下1階のガレージですぐに修理をすることができるという機能が備わっているんです。1階のガレージエリアは最大で40台の車を収容することができます。エンジニアとメカニカ一緒にデータを見ながらどうしようこうしよう。そして集めたデータは新しい車作りに生かされています。ところでこちらの施設には秋尾会長の部屋はありませんが、 GR とレクサスからそれぞれ1脚ずつ専用の椅子が用意されていました。材料バイオ系の材料で、会長が会長室なんかいらないからいらない、椅子だけ用意してくれるよ。そうそれがこれました。はい。こちらの椅子2脚ともなんとトウモロコシを原料に作られているんですよ。こちらの座りです。GR の勝ち。使わせていただきます。施設の視察後、皆さんに感想を聞いてみました。これ建物見ても本当にあれですね、大きくてやっぱり機能的で合理的でというか、いいですね。だからコースがあっ
でこのガレージがあってね、メカニックがいて、上に設計開発、それからデザイン、もう全部揃ってる、一揃い揃ってるってこんなとこないですよね。だから豊田市は、以前からその車の街トヨタって言ってきたんですけれど、ちょっとこの施設見て改めてその自分の中でこの車の街トヨタのイメージが一新されたっていう感じですね。でとりわけこれからのそのモビリティ社会だとか水素社会、そこに向けてのこの拠点がここから多分生まれるという。可能であれば子どもたちにここを体感してもらってですね、子どもたちが未来に向けてものづくり、車づくりそういったものに夢を描けるような一つのねきっかけになればいいなという感じはしました。そして最後に秋尾会長はこの施設で働く人たちへの思いを語りました。この設備およびここで働く人が進化してほしいというふうに思ってます。はい。それでこれは決してゴールではなくてスタートなんじゃないのかなというふうにも思ってます。ですからこういう場所があるということをスタートにして、それまでねやりたくてもできなかったことが例えばこのねここだと上のフロアからここへ降りる、ということだけで済むことが、相当違うビルに移動するとかねいうようなことが、それからテストコースというと例えばニュールだと、海外にまで行かなきゃいけなかったこと、北海道に行かなきゃいけなかった、それがここでできるわけですから、これをどう生かすかっていうのはこれからだというふうに思います。